皆さんこんにちは。ユーザーアドベンチャーズのゆうです。今日は久々にポッドキャストのような動画を撮っていきたいと思います。今回はインスタグラムのブロードキャストチャンネルで皆さんに募集した質問を答えるビデオを作っていきたいと思います。もしこの YouTube を見てくれている人で僕のインスタグラムをまだフォローしてない人はぜひ僕のインスタグラムをフォローしてくれたらとても嬉しいです。僕のインスタグラムのアカウントは概要欄に載っているのでぜひフォローしてください。それでは皆さんの質問に早速答えていきたいと思います。Ideal Sandwich Toppings いきなり理想的なサンドイッチそうですね。実は最近もともと苦手だったトマトを一生懸命頑張って食べて克服したので、トマトをサンドイッチに挟みたいと思います。それとサンドイッチの具はやっぱり卵が好きなので、卵は入れたいですね。で、最近実は少し健康的になるように意識しているので、なので、キャベツとか、レタスとか、キュウリとか、だから、野菜中心のサンドイッチがいいんじゃないかなと思います。自分の健康のために。はい、次ですね。When is the best time to visit Japan? 夏は避けた方がいいんじゃないかなって思ってて、日本の夏ってとっても暑いんですよ。暑いだけじゃなくて、すごい湿気が多いので、外に出るだけで本当に苦しくなるというか、呼吸をするのも苦しいし、歩くとね、すぐに汗が出てくるし、正直歩かなくてもね、そこに立っているだけで汗が出てくるし、日焼けもすごいするし、夏に運動をしたら命も危ないんじゃないかなって思うぐらいなので、日本で家の中でエアコンをつけていないと熱中症になって死亡してしまうっていう事件も年間で何件か発生しているので、日本の夏は本当に暑いと思います。なので夏はあまりおすすめしないですね。他の季節で言うと冬はとても寒いので、やっぱり秋か春がいいんじゃないかなって思っています。で、その中でも僕は秋が一番おすすめかなって思います。秋は紅葉がとても綺麗なので、日本の神社とかお寺と紅葉がマッチして美しい景色を見ることができるんじゃないかなって思うので、なので僕は秋をおすすめします。Do you use Japanese skincare products? 実はスキンケアに関しては別に大したことやってるわけではないんですけども、少し使っているものもあるので、それに関してはまた別の動画を作ろうと思っています。YouTube の動画と、あとは Instagram と TikTok の短い動画2つ作ろうと思っているので、なのでそのスキンケアに関しては楽しみにしていてください。で、実際スキンケアに関してめちゃくちゃしっかりやってるかっていうと、そうでもないんですけど、見ての通り肌も少し焼けてきてますし、日焼け止めクリームも塗っていなかったので、このように肌が焼けてしまいました。これはこの前台湾に行った時にね、焼けてしまったんですけど、ただそれから日焼け止めクリームを塗るようになりました。もう少し肌のケアをしっかりしようと思ったので、なので日焼け止めクリームを今は塗っています。肌のケアに関しては別の動画を楽しみにしていてください。What is your favorite thing about living in Japan? 日本に住んでると、全てがね、当たり前に感じてしまうので、でもご飯は確かに美味しいのかなって思います。東京に僕は住んでいるので、東京で手に入らないものってほとんどないんですよ。これが欲しいなとか、あれが食べたいなとか思った時には、すぐに手に入る世の中になっているので、そういう面ではとても日本は便利なのかなって思います。特に東京はとても便利な場所だと思います。僕は最近お財布を盗まれたばっかりですけど、それでも日本は盗難が少ない国っていうのはとてもいいことなのかなって思ってます。財布盗まれましたけど。だけど、それは僕の警戒心が足りなかったからなので仕方ない。あとは、日本の自然はとても美しいなって思います。自然はどこの国もね、美しいとは思うんですけども、僕は東京に住んでいるので、日本の田舎と東京のね、都会の風景を比べた時に、そのギャップがすごい大きいので、日本の田舎に行った時に、本当に日本の田舎って美しいなーって。人もいないし、自然が豊かだし、虫や動物たちがたくさんいるし、本当に美しいなって
そういう美しい景色を見た時には、ああ、日本に生まれて本当に良かったなーって思うことがあります。How do you get over friendship breakups? 難しいトピックなんだけども、でも、自分の中で少しシンプルな答えは持っていて、結局、今誰といるかっていう方が大事なんじゃないかなって思うんですよね。例えば、大事な友達がいたとして、で、その友達とうまくいかなくなってしまったよっていうことは、学生生活を通じても、やっぱりいろいろあると思うんですよね。学生の時も、社会人の時も、いろいろあると思うんですよ。でも、例えば、その友達がいなくなってしまったっていう時に、周りを見た時に誰がいるのかっていうことの方が大事なんじゃないかなって思って、自分が苦しい時とか、悲しい時とかね、孤独な時とか、で、そういう時に必ず誰かいてくれると思うんですよ。人間、本当に一人ぼっちっていうことってあんまりないんじゃないかなって思うんですよね。例えば、財産を全て失ってしまいました。家もありません。ホームレスになってしまって、携帯もありません。街を歩くことしかできません。そういう状況になってしまったら、もしかしたら、携帯もないし、誰にも連絡取れないし、本当に一人になってしまうかもしれないけど、でも、大抵の人はそうじゃないと思うんですよね。どんなに孤独を感じたり、どんなに寂しいと思ったりしても、家族がいたりとか、家族の愛を感じられなかったとしても、友達がいたりとか、友達がいなかったとしても、兄弟がいたりとか、本当にね、一人ぼっちっていうことはあんまりないんじゃないかなって思うんですよね。だから、友達といろんな問題が起こってしまったとしても、その時一緒にいる誰かっていうのを大事にすることが一番重要なんじゃないかなって思っています。一緒にいる人を大事にしていれば、その大事にしている人との関係も深まっていくし、例えば以前友達と喧嘩して、その人とうまくいかなくなってしまったとしても、その原因は何だったのかっていうのを考えて、今一緒にいる友達とはそのような経験をしないようにしようっていう風に意識することもできると思うんですよね。で、大事なのは人間は学ぶ生き物だと思うので、同じ過ちを繰り返さないことだと思っています。What are your favorite activities in Japan beside photography? これもちょっと難しいなと思って、実は僕は平日も休日もほとんど写真や動画撮って編集しているから、だからカメラ以外の活動っていうのはあんまりしていないんですよね。だけど、この質問にちゃんと答えるなら、僕はスポーツが好きなんですよ。実は野球をするのも好きだし、野球を観戦しに行くのも好きだし、バスケットボールするのも好きだし、もし自分に時間があれば、そういうスポーツ観戦をしてみたいなって思います。で、あとは、カフェに行ってお茶をする時間っていうのも好きだし、クリエイターと交流する時間っていうのも好きだし、人と話す時間が好きなのかなって思います。ただ個人的には、クリエイターと交流するって言っても、あんまりギスギスした交流はしたくなくて、人と会うっていうのは、人のいろんな話を聞いたりとか、あとは自分の知らない経験をシェアしてもらったりだとか、相手が興味持ってくれていることっていうのを自分が話して、話題が広がったりとか、お互いにとってとても楽しい時間を過ごしたいので、なので、とても落ち着けて、とても楽しめて、お互いに笑顔になれる。そういう交流を僕は望んでいます。What is something that you're excited about looking forward to? これは夏にね、アメリカに行くことがとても楽しみです。本当に本当に楽しみです。本当に子供の頃からアメリカに行きたいなって思っていたし、アメリカに留学したいなと思っていたけども、アメリカに留学することはできなかったから、だから今回アメリカに行けるっていうのは本当に嬉しいなと思っています。アメリカの美しい自然とか、都会の風景とか、様々な写真や動画を美しく撮りたいと思っています。本当に楽しみです。アメリカの旅っていうのは、僕にとって本当に重要な旅になると思うので、本当に楽しみにしています。今年一番楽しみにしているのはアメリカに行くことです。もしアメリカに住んでる人は僕にコメントをください。どこがおすすめなのかとか、例えば僕の視聴者さんとどこかで会う場合にはどこで会えばいいのかとか、そういうのも提案してくれたら嬉しいです。What type of girls do Japanese guys like? 日本の男性はどんな人が好きなんだろうな。それは正直日本人の好みによると思うんですけど、
僕の意見としては、やっぱりたくさん笑う人がいいんじゃないかなって思います。もちろん人には様々なね、容姿の違いとか、性格の違いとか、食べ物の好き嫌いの違いとか、育ちの違いとか、学歴の違いとか、趣味の違い。本当にたくさんの違いがあると思うんですけど、本当に僕が共通して素敵だなって思うのは、たくさん笑う人です。笑う人っていうのは綺麗だなって思うし、見てて幸せな気分になれるので、それは僕以外の日本人も同じ意見なんじゃないかなって思ってます。そうは言っても僕はね、結構笑うのがあんまり得意じゃないので、僕もたくさん笑わないといけないんですけど、実際僕ビデオの中であんまり笑顔でいることってそんなないと思うんですよね。で、それはちょっと自分の笑顔があんまり得意じゃないというか、でもそれでもこうやってカメラの前でね、少しずつ笑えるようになってきてるんじゃないかなって個人的には思うんですよ。例えば3年前とか4年前とか、僕のビデオを見たことがある人っていうのは、昔よりも楽しそうだなとか、幸せそうだなとか、笑顔が増えたなとか、思ってくれる人がもしかしたらいるかもしれないですよね。昔から僕の動画を見てくれている人は、僕がどのように変わったのかっていうのをコメントで書いてくれたら本当に嬉しいです。それは僕自身もとても興味があります。Favorite restaurant 居酒屋。実は僕はお酒飲めないんですよ。アルコールが嫌いで、お酒飲んじゃうとすぐに顔が赤くなって、次の朝も体調悪くなるし、お酒はあんまり体に良くないんじゃないかなって思うんですよね。特に僕の体にはお酒は全然合ってないんですよ。だから、居酒屋にはほとんど行きません。でも、それでも良かったなって思うのは、居酒屋ってとてもお金がかかるので、お金の節約にもなるし、その節約したお金でカメラ機材を買うこともできるから、だからそれは良かったのかなって個人的には思っています。おすすめのレストランは、皆さん日本に来たら、イタリア食堂 B のうのというお店に行ってください。で、そのお店は東京都の狛江市にあります。実はそのお店は僕の母親のレストランなんですけど、イタリアンレストランなんですよ。本当にピッツァとかパスタとかパンとかケーキとか本当に美味しいので、ぜひイタリア食堂 B のうのに行ってください。ちなみにイタリア食堂 B のうのは僕のスポンサーではありません。でも本当に僕の母親の作るピザっていうのは本当に美味しいです。だからぜひ行ってみてください。この動画の概要欄にお店の住所と名前を書きますので、ぜひチェックしてみてください。日本に来たらぜひ行ってみてください。僕の動画を見てくれている人はぜひ行ってみてください。で、もしそのレストランに行ったら、僕の母親と一緒に写真を撮ってください。その写真を僕にインスタグラムで送ってください。そしたら僕はとっても喜びます。今回の動画は少し長くなってしまいそうなので、このぐらいで質問に答えるのをやめようかなと思っていますが、インスタグラムでたくさんの質問をいただいたので、今後もこのようなビデオを作っていきたいと思います。今回のビデオを見てくれて本当にありがとうございます。最後まで見てくれた人は、最後まで見たよってコメントしてくれたらとっても嬉しいです。本当にいつも応援してくれてありがとうございます。では、また次のビデオでお会いしましょう。